1週間の地震についてお伝えする週間地震情報です。まずこちらの図をご覧ください。こちらは26日午前10時までの1週間に発生をしました震度1以上の地震の震源をプロットしたものになります。この1週間、震度3以上の地震が9回発生をしました。この福島県の会津を震源とする地震に関連して、その大半が起きたということになります。その福島の地震です。こちらが23日の未明、午前2時49分頃に起きました福島県会津地方を震源とする地震です。マグニチュードが 5.2、震源の深さが4キロとなっておりまして、この地震で、この震源ですね、赤い×印が打たれてますが、そのすぐ近く、福島県の檜枝岐村で震度5弱の揺れを観測しました。その他、関東ですとか北陸、東北で揺れを観測したということになります。この福島県会津を震源とする震度5弱以上の地震は、詳しい地震の記録が残ります1919年以降では初めてのこととなります。このエリア、こちらですね、その後も地震活動が続いています。こちらは体に感じない小さなものも含めての地震回数を示したものになります。縦軸がマグニチュードで、横軸がこの時刻を示しているんですけども、この福島の会津の地震、一連の地震は21日から発生をしておりました。で、その後何回か体に感じる地震があったんですけども、さっきのこの23日の未明の地震以降、急増しました。余震という形で、たくさん起きているものというふうに見られます。大きな余震としては、これですね、マグニチュード4クラスの地震もありました。で、その後、規模の大きなものも含めて少しずつ数は減ってきております。で、あと、この23日から24日にかけては、ここはもう、この棒グラフ、柱がもう連日しておりますね。密集しておりますけれども、たくさん起きていたものが、昨日、今日と少しずつ隙間が増えてきております。地震活動自体は徐々にですけれども落ち着き始めているのではないかというふうに見られます。ただ、このようにですね、地震活動に関しては、徐々にですけれども落ち着き始めているのではないかというふうに見られます。ただ、このエリアの特徴としてありますのが、浅い場所で起きる内陸部の地震ですので、それほど規模が大きくない地震、マグニチュードが大きくない地震であっても、震源のすぐ近くでは揺れが強くなる可能性があります。こういった点で、今しばらくは余震の発生には注意が必要ということが言えそうです。そして最後に海外の地震です。USGS アメリカ地質調査所が決定したマグニチュード 4.5 以上の地震の震源をプロットしたものになります。この1週間ですけれども、マグニチュード6以上の地震が1回ありました。こちらです。日本時間の21日未明に発生をしました台湾南部を震源とする地震です。マグニチュードが 6.0、震源の深さが10キロと推定されています。この地震ですけれども、こちらですね、台湾の南部、これ陸地のこの内陸部で起きました。内陸部の地震になったため、震源に近いところではですね、大変強い揺れに見舞われまして、台湾の震度階級で最大6弱を観測しています。この台湾の震度階級は日本と同じ階級を使っておりますので、大変強い揺れに見舞われて、怪我人などの被害が出たといったことになります。で、この台湾は去年の4月にもプレート境界ですね、フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界でマグニチュード7クラスの地震が起きるなど、大きな地震が時折発生するエリアとなります。今回もプレート同士がぶつかっているところの影響を受けてですね、内陸部の活断層が活動したというふうに見られます。日本でいきますと、阪神・淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震などと同じようなタイプということが言えそうです。最新の国内の地震情報ですとか、海外の地震に関するニュースについては、お天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。